はい、皆さんこんにちは。友太郎でございます。私は過去日本で社会人として10年間働きまして、ブラック企業に身も心も荒川よりも深く傷つけられた過去がございます。今では日本を脱出しまして南国のシンガポールで働いております。早10年が経過いたしました。皆さんいかがお過ごしでしょうか。最近では円安も進みまして、私がネットで見る限りですけれども、かなり国民の生活も苦しくなってきていると伺っております。というわけで、今回は外国語の勉強をしてさっさと脱出したいと考えている方に向けまして、今日ですね、一番効果のあった英語の勉強方法についてお話ししたいと思います。英語を身につけたくて勉強を始める人っていうのはもう日本に3億人はいるんじゃないかっていう勢いですよね。で、毎日単語を必死に10回ずつガー書いてですね、意味を覚えようとしたり、英語の聞き流し、スピードランニングとかいうやつですね、やったり、初めのうちはそうやって、皆さんすごい頑張るんですけれども、何週間か何ヶ月か経過するにつれて、全く上達が感じられず、95% ぐらいの人たちが外国語の勉強から脱落していってしまいますね。で、私も過去何度かそうやって英語の勉強を一時的に挫折してやめてしまった経験があります。で、そういう人たちからすると、英語ペラペラな日本人をたまに、見かけるんですけれども、そういった時に君その英語力どうやって身につけたんって、心の中で拳握りしめながら思いっきりシャウトしちゃいますよね。私も若い頃は何度もそういう思いをしたことがあります。そういう謎ですよね。どうやったらそんな上手くなるのっていうことで。で、私30過ぎてから日本で仕事がなくなってワープは一直線になりまして、人生いい具合にどん詰まりになったので、それまでの貯金握りしめて日本から脱出するっていう一大決心をしたんですね。で、この状況って手に握りしめた貯金がなくなったらアウト。それまでに海外で自分の生活の基盤を築かないといけないっていう、まさに本当に尻に火がついた状態です。で、そういう極限まで追い詰められた状態だったんで、必死にその英語を勉強するしか道は当然なくなっちゃうわけですよね。だから私もいろんな勉強方法を試しながら盛大に海外でですね、見知らぬ土地でもがくことになるんですけど、今まで経験してきたほとんどの勉強方法は今思い返すと全く役に立ってないんですよ。つまりこれ悲しいお知らせ、秘宝なんですけども、今よく世間で目にする英語の勉強方法もそのほとんどがほぼ効果なし。英語で言うとゼロエフェクトなんですね。で、そんな中でも私が見つけた唯一にして最大のその効果を発揮できる勉強方法を皆さんとちょっと共有したいなと思います。で、まず非常に効果の薄かった勉強方法をいくつか紹介します。この方法でまさに今必死こいて勉強している方、本当ガクッと来るかもしれないんですけども、これを機に、この動画を機にね、勉強方法を変えてみることをお勧めいたします。で、一つ目が単語を10回ずつ書く。で、これみんな受験生の時に単語帳、そういうので、それ見ながらノートにガリ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 書いて単語を覚えませんでした？で、1日50個ぐらいの単語をブツ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 つぶやきながらもう何度も書いて覚える。例えば13、13、13、estimate、estimate、estimate みたいな。で、この勉強方法は受験にはある程度有効な方法かもしれないんですけども、じゃあ英語を使ってそのローカルの人たちとコミュニケーションを取るっていうともう非常に効果は薄いんですよ。で、知ってる単語の量っていうのはこの勉強方法でも一時的には増えていくんですよね。だけどその単語をつなげて文章を作るっていうことはこの勉強方法ではもうほとんどできないです。だからその単語単体で覚えても脳にがっつり突き刺さってはくれないのですぐに忘れちゃいます。で、忘れてはまた書いて覚えて、忘れては書いて覚えて、この繰り返しで、なんていうんですかね、自分で穴掘って、それをまた埋め戻して、で、もう一度掘るみたいな。何の拷問やねんと。そんな話ですよね。心折れますよ、こんなの。
で、私はこれ今までの人生でおそらくもう70万回ぐらいやった覚えがあるんですけども、これによって英語上達したって、コミュニケーションが取れるようになったって感じたことはもうほとんどないですね。で、2つ目が、TOEIC の穴埋め問題をたくさんやる。もうこれは本当英語の学習者あるあるで、皆さんやってます。ただこれも効果がすごく薄い。で、この手の穴埋め問題って、これは実はその語学をかなり極めた人たちがやるべき練習方法なんですよ。で、例えばこの文章、オンラインで私たまたま見かけたんですけれども、これ答えわかるかな？ 5、4、3、2、1。はい。これ答えは D です。ただこれさ、冷静に考えてほしいんだけど、英語の初心者がまずしなければならないのっていうのは、ネイティブの人とコミュニケーションを取るために、こういう文章を自分で何もないところから作れるようになることなんですね。で、このカッコ、空欄のところに、用意された4つの選択肢の中から正しいものを選べるかどうかっていうのは、このスタイルっていうのはね、本来はもう一度言いますけども、英語の上級者のための練習方法になります。で、まず日本の英語学習者がやらなきゃいけないっていうのは、例えばなんですけども、朝起きたら頭が痒かった。学校での登校途中にクラスでムカつくやつを見かけて、朝から気分が悪かった。私の夢はタワマンの最上階に住んで下界を見下ろすことだ。とかですね、こういう文章を白紙でこう入って渡された状態から、辞書使ってもいいし、多少のミス、文法的なミスがあっても、自分で書けるようになることなんですね。で、それなのにその文章のほんの一部をこう切り取って、その中にね、あらかじめ用意された選択肢の中から正しいものを入れるって、それ今やる練習じゃねえだろっていう話ですよ。で、この TOEIC のテキストを使った勉強方法も私にとってはほぼ役に立ってないです。で、3つ目。役に立たない練習方法の王様。もうこれ、寿司で言うと大トロですよね。スピードラーニング。英語を聞き流して勉強みたいな。アホかって話。もうマジで意味ない。聞き流して英語マスターできるんだったら、誰も苦労しないし。で、大体そんなもの CD にして、教材にして売るなって話を。で、そこのあなた、もうそんなもんをね、何万も出して買わない。買っちゃダメ。で、大体競技、本当にどうしても英語聞きたいっていうなら YouTube でもいくらでもタダで聞けますから、で、これはマジで文句なく効果ゼロです。で、効果薄いじゃなくて、もう効果がゼロ。で、冷静に考えてもらいたいんですけど、私、スピードラーニングやってます。英語を毎日聞き流してますよとか、そういうことを言う人で、英語流暢な人いましたか？いないでしょ。つまりそういうことなんですよ。こういう教材売ってる業者って、その英語の上達したいっていうその人の純粋な気持ちを利用して、いいや、ちょっとこれ以上言うのはやめておきましょう。はい。とりあえず役に立たないです。じゃあ何が効果がある練習なのかっていうと、それは、はい。英語で書く日記です。これです。英日記しか勝たん。で、さっき紹介した単語帳を使ったその勉強方法の効果を1とすると、TOEIC での問題集をやるの、これ効果ポイント2ぐらいです。で、さっきのこのスピードラーニング、これ効果ポイント0です。で、それに対してこの英日記っていうのは、私の体感ですけども、1回ごとに50ぐらいの経験値もらえます。で、非常に効果強くて、もう英語界のメタルスライムと言っていいですよ。で、ほんまかいなって思うかもしんないけど、これ私の経験なんだけどね、私日本を追い出されてからオーストラリアに行って、その語学学校で、海外で生きていくためにその英語の授業を受けて、それがスタートして、その1週間ぐらいしてから、もう英語をどうやって勉強したらいいかっていうのをその当時の私全く分かっておらず、さっき言ったその単語帳ですよね。で、その単語をノートにバリバリ書いたり、毎日こう辞書を眺めたりして、もう盛大にもがいてました。もうなんていうの、それはもうベルセルクのガッツみたいな状態ですよね。でも全くこう上達せずに、シドニーの片隅でもう膝抱えていい具合に絶望してたんですね。これからどうしよう、もう上達できないぞと。で、そんな時に、その語学学校の他の日本人から偶然ね、英語の日記を書くのがいいぞっていうその意見を耳にして、で、その日からもう藁をもこう掴む思いで英語の日記を書くことに、したんですよ。
で、今でも一番初めに自分のノートに書いたその英語の文章を鮮明に覚えてるんですけども、そのいくつか紹介すると、例えば、私は英語を上達したい。私は日本に戻りたくない。私の夢は海外で働くことだ。俺は巨乳が好きだ。そんな文章を、いくつか英語で、他にもあるんだけど、書いたんですよ。ところがこれもやってみると本当に難しくて、初心者にはね、もうめっちゃ悩んだ覚えがあります。なんて上達って何みたいな。戻りたくない。戻るってどうし何みたいなね。で、私の夢からその後海外で働く。これ英語にしてどうやってこの2つつなげるのっていう。で、それに海外って英語で何て言うんだろうみたいなね。もう分からないことだらけだったんだけど、その時は辞書を使ってなんとかこういう文章を作っていくつか、それを次の日の、語学学校に持って行って、休み時間にオーストラリア人の先生に見せたんですよ。で、こんな短い文章なのに、もう先生から赤ペンでどっちゃくそもう、添削されて、もうそれこそ134箇所ぐらい、添削されて、もう盛大にへこんだのを覚えてるんですよね。で、その添削された文章、それをノートに清書して、で、学校が終わって、バス停でバス待ってる時に、そしてバスに乗って座席に座ってからもそのノートを片手に持ってですね、無遊病患者のようにブツブツ声出してその文章を覚えるんですよ。で、やや目線は左上で、時々右上も見て、小声でつぶやくんです。もう再現するとこんな感じ。I want to improve my English. I don't want to go back to Japan. My dream is to work overseas. I like big boobs more than anything else. これね、傍から見たら逮捕案件ですよね。でもそんな周りの目も気にせず、バスの中でそれやって、自分の家、そのホームステイ先に戻って、その夜にその日の新しい日記をまた書くんですよ。ここでもうすでにね、日記っていうか、もう自分が英語で言いたいことを全部英文にして書いてました。で、それまた次の日に語学学校で先生に添削してもらうと。で、また学校からバスで帰るときに、もしくは暇なときにブツブツつぶやくと。で、その英文を丸暗記するんですよ。で、これ毎日続けると、だんだんとボキャブラリーが増えていきまして、で、しかもこの場合のボキャブラリーは、その初めに紹介した単語帳の単語をガンガン書くっていう方法じゃなくて、まず自分が言いたかった単語を辞書で見つけて、その単語を自分で考えた文章の中に組み込んで、さらにネイティブの先生に添削してもらい、さらにそれを清書して、さらにバスの中でブツブツ何度も覚えるまでつぶやくわけですよ。だから何本も鍵爪がついた鎖で脳みそに深々とぶっ刺さった英語の知識になっていくわけですね。で、これね、経験上かなり強烈な記憶になってなかなか忘れなくなります。ただもちろんこの方法もね、初期の頃ってのはめっちゃ先生に添削されるし、うまく文章を作れなくてもう悶々として、その一つの日記を書くのにかなりストレスたまるし、もがき苦しむとは思います。でもやり続けていくと、飛躍的にボキャブラリー、その語彙も増えていくし、文法の力も自然とついて、中身のある、良い長い文章を書けるようになっていくんですよ。で、文章を書くスピードも正確性も表現力も日を追うごとに高まっていくので、その書ける文章の量っていうのも次第に増えていきます。で、私はこの練習をね、多分もう5年は続けたんですよ。毎日毎日。で、一番多い日なんて、1日にその A4 で5枚ぐらい書いて、で、それを知り合いのローカルの人たちに添削してもらってました。その A4 で5枚書いて添削してもらって清書するでしょ。で、これは先ほどのその効果ポイントで言うともうね、250ポイントとかですよ。私のその体感ですけども。はぐれメタル。もうレベル爆上がり。かっこいいです。その他の練習方法。例えば子供が読むような本を電子辞書片手にね、ずっと読みまくるとか、ネイティブと英日記で高めた能力でね、とにかくお話ししまくるっていうのも効果はあったけども、私の経験上この英日記がぶっちぎりで一番でしたね。というわけで、そこのあなた、今日からやりましょう。
できるだけ面白い文章を書いて先生に添削してもらって、あとは暇な時間ずっとそれを覚えるまでつぶやく。これですよね。さあ、じゃあ皆さん一緒に。I want to eat、焼肉 with someone's、money.I like to boast myself, but I hate people boasting. She farted next to me.